みづらいので牛乳で割りましたけれども、ゆで卵も添えちゃいます。時短レシピにも大活躍ですよね。重ねて盛り付けます。一工夫でもっと美味しくなる食べ方があります。ごきげんよう、あすママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。カークランドシグネチャーザクロジュース 1.89 リットルが1328円です。初めて見たので新商品だと思います。原産国はアメリカ。要冷蔵で賞味期限は8月25日です。女性に嬉しい効果が期待できるザクロですが、ポリフェノールも多いので男性にもおすすめです。ワイン色なので勘違いしそうですが、濃縮還元の 100% ジュースです。そのまま飲むと酸味が強めの甘酸っぱさの後に苦味というか渋みがきます。後味に残るえぐみがあります。ポリフェノールの多い飲料にありがちな後味です。過去に飲んだザクロジュースと比べると一番飲みづらいです。原材料はザクロのみ。ザクロのつぶつぶだけではこのような味にはならないので、ザクロ丸ごと使うとこうなるってことでしょうか。ちょっとね、よくわからないんですけれども、体には良さそうですよね。このままでは飲みづらいので牛乳で割りました。少しとろみとざらつきもできますが、喉越しは柔らかくなりました。みちょザクロの牛乳割りよりも酸味がありますが、とても飲みやすく美味しくなりました。ひよこ豆のカレー8袋入り1758円から360円オフです。これは主人が気に入っているのでリピです。レンジか湯煎で温めるレトルトです。1袋あたりは 174.6 円。原産国はインド。賞味期限は来年の11月です。植物由来の材料のみを使用、ビーガンにも対応だそうです。1袋は 285g 入り、ちなみにボンカレーは 180g です。1人分には多いので、今回は半分こにしました。2人分にするには少ないです。レンジ温めでも OK ですけれども、ボイルにしました。ちなみにご飯はタイ米です。せっかくのビーガンですけれども、ゆで卵も添えちゃいます。お豆がたくさん入っているので、お肉が入ってなくても食べ応えはあります。野菜だけなので味わいは優しいんですけれども、物足りない感じです。それを辛さのパンチでカバーしています。ちょいピリ辛で美味しいです。グリーンシードレスグレープ 1.8kg 998円です。メキシコ産です。ちなみにレッドシードレスグレープ 1.8kg は1398円です。いつもはグリーンもこの値段です。コットンキャンディーグレープのグリーンは 1.3kg で1698円でした。これ縦にしてカートに入れたり、レジでサッカーの方が縦にして保冷バッグに入れることもありますが、隙間からブドウがこぼれ落ちるのでやめてほしいです。まっすぐ運びましょう。買ってきたらすぐに全部を取り出して中身をチェックします。大きな房ですけれども、枝というか茎っていうのかな、細いのに実がびっしりになってて見事ですね。今回傷んでいるものは一粒もなかったです。今回のはちょっと小粒かな。食べる優先順位はこぼれ落ちたもの、パックの下の方になっていたものです。今回のはいつもより渋みを感じましたが、シードレスグレープの中ではコスパの良いグレープなのでおすすめです。ホテイの焼き鳥タレ味16貫1598円から160円オフです。1缶あたりは 89.9 円です。久しぶりに買いました。製造は静岡県。賞味期限は2025年の5月です。私は好きなんですけれども、鶏皮が多いので主人は苦手なんですよ。久しぶりに買いました。
甘辛で濃いめのタレもたっぷり詰まっています。アレンジしやすいのでアレンジしちゃえば主人も食べてくれます。防災備蓄として常備されている方も多いと思います。時短レシピにも大活躍ですよね。ごま油でナスと舞茸を炒めてから焼き鳥缶を混ぜて出来上がりです。スモーキーで濃い味付けなので他の調味料は必要なしです。レタスの上に乗せてマヨネーズをかけました。チョンカキムチ 1.2kg 798円から100円オフです。リピです。原産国は韓国、賞味期限は8月6日です。辛すぎずマイルドなのでうちの家族にも食べやすいです。もちろん野菜は白菜がメインですけれども、大根、ニラ、長ネギ、玉ねぎも入っています。材料にイワシの塩辛、オキアミの塩辛なども使われていて、味に深みがあり美味しいです。目にせずパニーニが賞味期限間近でお安くなっていました。通常899円が467円です。焼き上げが必要な半生製品です。2個で1パック、8パック連結なので16個入りです。賞味期限は7月25日。通常は常温保存で3週間くらいあります。目にせずのシリーズはこの袋のまま冷凍できます。解凍してから切ってから焼けば大丈夫です。王道の具材はハム&チーズ。野菜はレタス&トマトかな。これはチーズ&ベーコンです。こちらはバジルソースを塗ってからクールドリオンクリーミースライスチーズを乗せてオーブンで焼きました。焼いてから重ねて盛り付けます。しっとり滑らか大人のバーム16個入り1448円です。大人気でまだ品薄状態のようなお話をちらちら聞きますけれども、私が行く倉庫では金曜の朝なら確実にゲットできます。レジ近くに山積みなので、まずはそこでカートインしてからお買い物をされる方を見かけます。以前は午前中には売り切れてましたけれども、最近はお昼を過ぎてもまだありますね。1個あたりは 90.5 円。製造は岐阜県。賞味期限は来年の1月です。直径は75ミリです。パッケージ写真は8センチです。実物大ではないです。厚さはこれは23ミリですけれども、潰れたのか切り方が雑なのか斜めになっているものもあって、個体によっては5ミリも差があったりします。重さは 58g と 57g、 そんなに変わらないので許容範囲ですけれどもね、情報として1個あたりは251キロカロリーです。スポンジケーキのような柔らかさで、カステラのように卵感が強めです。本当にしっとりしていて、常温保存のバームクーヘンの中ではかなり美味しいと思います。一工夫でもっと美味しくなる食べ方があります。一般的な食べ方は扇形に切るかかぶりつくかだと思います。私の実家は5人家族なので、大きなバームクーヘンの場合72度ずつ切り分けるんですけれども、大人になってからの私のおすすめはそぎ切りです。ドイツでは当たり前らしいので、ご存知だったらごめんなさいね。情報はこれだけです。ただ斜めに薄く切るってわけではなくて、そぎ落とすように切ります。横から見ると波形です。下の方はねちょっといびつになっちゃいますけれども、頑張ってなるべくきれいにそぎます。食べ比べてみるとよくわかるんですけれども、食感がさらにしっとり滑らかになり、口どけが良いです。ちなみにこのいちごソースは業務スーパーで348円でした。そぎ切りは量が増えたように感じるので、食べる量が2人で半分こでも満足できるくらいに満足考えられます。お試しください。
今週のお酒はキリン発酵ライムレモンです。セブン&アイ限定のフレーバーだそうです。ツイッターキャンペーンでいただいたのでコストコとは関係ないです。おつまみはリッツ&シェルインストロベリー、グリーンシードレスグレープ、アボカドとツナのペンネ。ペンネはずいぶん前にコストコで買った唐辛子入りです。味付けはめんつゆとライムです。ナスと舞茸炒めの焼き鳥缶あえ。ガラスの器のは筋肉の煮物の煮汁を再利用したゆで卵の味噌煮です。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。